どうも、金子でございます。ということで、今日なんですけども、とあるお魚を買いに行ってまいりました。お久しぶりです、金谷さん。久しぶりです。ありがとうございます。特上のコチを用意してもらったということで。うわ、いますね、ここに。やついっぱい揃えてるもんで。でっけ。金谷さん、一押しの個体を。この中ではこれが一番いいかな。ストレスのかかり具合、状態といいね。1.2 ぐらいだと思うんだけど。ようわかりますね、でも。これが一台ですね。これもいい一台だな。あれが鈴木ですよ。今が時期の鈴木。岩ガキですね。岩ガキうまい。これがサザエかな。じゃあそこに渡りガニがちょこちょこといますね。でこれがカワハギと石ガレイですね。カサゴ。唐揚げにしたらうまいやつで、ここに小豆マスですね。ピキハタで、こっちがヒラメだね。ヒラメとカンパチマージですね、これが。さてそろそろ締めるあれが見れますよ。というわけで本日の食材がこちら。マゴチっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら。マゴチっていうことでね、毎年夏には必ず動画にしてますよね。こちらのマゴチというお魚。なんかワニみたいなお魚ですよね。このマゴチ、今が時期でございます。冬のトラフグ、夏のマゴチというぐらい、今の時期のマゴチは美味しいです。で、このマゴチで美味しい料理っていうのが刺身なんですよ。で、お刺身はお刺身でも、ちょっと今日はワンランク上のお刺身、洗いに挑戦していこうかなと思います。洗いとは何かと言いますと、鮮度のいい死後硬直が進んでないプリプリの白身を薄くそぎ切りにして氷水で締めたもの。で、氷水に締めることによって、この歯ごたえと、あとプリプリ感、これが増して、とても美味しいお刺身になるんですよ。で、洗いを作る条件としては、さっきまで生きてたもの。このマゴチで言うと、ほら、まだこう、プリ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 してますよね。こういう魚じゃないとできないです。もう完璧に締めて動かないんですけど、身はまだ生きてるんですよね。なので、洗いにした時に、キュッと締まるんですよ。それでこのマゴチってお魚、形が特殊で、ちょっとさばくの難しそうですよね。でも大丈夫です。簡単なさばき方あります。5分時間ください。5分いただければ、皆さんも今日から完璧にマゴチがさばけるようになると思いますよ。というわけで今日はこちらのマゴチを使って、マゴチの洗いを作っていきたいと思います。で、マゴチはとても危険な魚です。背びれや、そして頭にもトゲがいっぱいついてますので、軍手や厚手の手袋をすることを推薦します。そしたらまずはこの危ないヒレを表裏取っていきます。で、尻尾の方からハサミでちょきちょきちょきっと切ってもいいんですけど、慣れた方は包丁でこうやってカッカッカッとやれば取れますね。こういう感じで。で、取るときに頭をクッと持ち上げておく。そうすると、包丁がスコーンといっても、ここで止まりますんでね。こういう風にやってると、包丁がブサッと手に刺さっちゃう可能性がありますんで、頭をクッと上に上げて、こうやって取ってください。包丁で取る場合はですね。はい、表面のヒレが取れました。そしたら裏側めくって、裏側にもこんだけヒレがついてますんで、こっちも同じように落としていきます。はい、このように表裏。ヒレが取れましたら、次は鱗を落としていきます。この魚、鱗結構ついてるんですよ。鱗もしっかり落としましょう。で、こいつの皮も湯引きするとうまいんですよね。なんで皮も食べる場合は、より一層丁寧に鱗を落としてください。なめよくなった。で、この白いところも見えにくいんですけど、鱗たっぷりついてますんでね。はい、鱗が落ちましたら、一度きれいに洗っていきます。そうしましたら次は頭を落として内臓を取っていきます。で、頭はこの顎のところから落としてもいいし、それか、この口の後ろ、ここに包丁をこう入れて、こういう風に落としてもいいですよ。こういう感じに。で、エラを切って、で、こんな感じ。そうすると頭の硬いところだけ取れました。で、この頭は、使う人と使わない人いますね。
そしたら顎の隙間からエラを外します。はい、これエラと顎下ですね。はい、そしたらこの状態になりましたら、マゴチはここがカマです。ここ落としていきます。ここのヒレから斜めに包丁を入れます。こっち側からも斜めに包丁をサッ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 と。そして内臓を傷つけないように逆包丁でお腹を割っていきます。お、ランが入ってましたね。マゴチは夏が産卵シーズンなんでね、浅瀬に寄ってくるんですよ。だからたくさん釣れるんです。はい、胃袋こんな感じですね。これが卵。で、肝。胃袋ですね。卵はもちろんうまいです。で、マゴチの肝はね、あんまり食べるの効かないな。でも胃袋はね、美味しいです。はい、そしたら内臓が外れましたら、ここで落としちゃう。これがカマですね。ここはもう割り切って煮付けとか、あと後ろ汁とかにすると最高だと思います。で、肝心な身がここですね。ここからがちょっとコツがいるポイントですよ。で、このマゴチっていう魚、何が厄介かというと、この肛門から上のここの部分ですね。骨がとても難しい感じに入ってるんですよ。普通の魚の腹骨をすくような常識が通用しないんですね。そもそもこのコチっていう魚は腹骨がないんですよ。中骨が結構複雑なんでね、それを避けて皮を引く必要があるんですよ。腹骨をすくというよりかは中骨を取るっていう感じですね。なんでまずは割り切ってここに肛門がありますね。肛門のちょい下からバスッと真っ二つで、こっちが難しく骨が入っている方です。で、こっちは骨がほとんど入り組んでない方です。ではまずは簡単な方からいきましょうか。こっちはもう大名おろしでいきます。この点々点々点のちょっと上に包丁を乗っけて、あとはもう大名おろしでギコギコギコシュッとこんな感じ。こっちの骨はまっすぐピーンと入ってますんで、特に本おろしじゃなくても、大名おろしで綺麗にさばけます。こっち側も一緒ですね。ギコ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 と。はい。プリップリ。まだもう身がツヤツヤですね。これは洗いにもってこいですよ。はい、これで、マゴチの尻尾の方の三枚おろしの完成。はい、次こっち。これ難しい方。難しい方も、コツさえつかめばとても簡単です。まずちょっと血合いを取っちゃいましょうか。で、この状態であんまり水使わない方がいいですね。あんまり水を使わないで、もうペーパーかなんかでちょっとこする程度でいいと思います。なんで水使わんかというと、身がかなりむき出しになっちゃってますんで、水使うとこっから水分が入っちゃいますんでね。本当は最初の段階で血合い取っとかなあかんかったんだけど、忘れた場合もこうやって後から取れば大丈夫。そしたら、この背骨、見えますよね。背骨の横からズバズバズバ。下ろすというよりかは骨を避けてぶつ切る、こんな感じで、問題ここからです。骨がこう触ると分かるんですけど、ボコボコボコっとすごく入ってます。多分映像で見てもあんま分かんないと思うんで、1個取りますね。まずここに骨の境目がありますんで、この境目、ここから包丁を入れます。こんな感じ入りました。でもここが骨ですね、まるっきりで、こっち側が身だけです。なんで、このまず背中の方の身を、こうやって削ぎます。はい。これでもう、おっとね。はい、これで背中の方の身が取れました。そしたら次はお腹の方ですね。お腹の方はここから包丁を入れて、こんな感じ。引っ張りながら、こっちも皮を剥いでいくと。はい、これでお腹の方の身の皮引きが完成。で、残るとこんな感じ。なんで、こうなってたやつを、ここに包丁を入れて、スコンと取って、で、こっちからも包丁を入れて、スコンと取った感じですね。これが一番簡単かな。じゃあもう一回いきますよ。ここから包丁を入れて、で、包丁入れてると、あ、骨だなってわかるんで、骨が当たったらちょっと避けて、こういう感じで包丁を入れていって、ピッと。こんな感じ。で、反対向けて、反対側も、ここから包丁を入れて、骨に当たらないように包丁を入れて、よいしょ。はい、こんな感じですね。で、お腹の方はちょっと小さい骨がここら辺何本か入ってるんで、これはピンセットかなんかで抜いてお刺身にしてください。で、気になる方はここの膜も取ってくださいね。僕はこっちのお腹の身はお吸い物とかにしちゃいます。なんで実質お刺身で使うのは、こことこの尻尾の2枚。これがお刺身用。こっちがアラ。こっちがお刺身用。重さ的にはね、6対4って感じですね。なんで 40% ぐらいしかお刺身で食べれる身はないんですよ。でもマゴチはアラもとってもいい出汁出ますんで、このアラは絶対捨てないでください。これを活用しないともっ
ったいなさすぎる。そしたらこっちの尻尾の方、皮引いていきましょう。尻尾の方から包丁を入れ、で結構ねこれ難しいんですよ。うまくいけばつるっといくんですけど、これね両端が残ることが多いんですよね。こういう風にこことここ両端がね残っちゃうんですよ。なんでかというと丸みがすごいから。なんでここ残っちゃった場合はこうやって削ってください。こんな感じでこっち側もですね、この白いところもちょっと残っちゃってますんで、薄くできるだけ薄く削ってください。こうですね。もう一回いきますよ。こっちは成功するかな。うまくいくとね成功するんですよ。あんまり浮かしすぎると身がもったいないし、攻めすぎると残っちゃうというね。これうまくいったんじゃない？これ背中の方はうまくいきましたけど、お腹の方残っちゃってますね。あえて割り切ってどっちかを残すっていうやり方もいいかもしれませんね。こんな感じで、最後です。これだけやってほしいポイントがあります。この尻尾の方、骨がないって言ったんですけど、すいません、嘘つきました。2、3本だけ骨があります。ここねピンピンって触るとねあるんですよ。ここに1本大きめなのが、よいしょ。これね、ここにも1本ありますね。で池だとかなり抜きにくいんですけど、これはね抜かないと刺身にした時痛いんでね、結構強いのが入ってます。で1、2、3本ぐらい、ここら辺探ってみてください。3本あると思いますんでね。1、2、3ぐらいあります。はい、これでマゴチのお刺身用の完成。さあ、そしたら刺身状に切っていきたいと思いますよ。で、切る前に氷にお水を入れて氷水を作っておきます。で、削いでいった身をここで洗うと言います。うお、反発してきますね。厚さはお好みなんですけどね、僕はこのぐらいがいいのかなと思いますよ。このぐらい幅広に。こんなもんでいいでしょう。はい、こんな形で切り終わりましたら、こちらを氷水の中にジャポンと入れて、くる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 っと洗っていきます。そうすると身が白っぽくなって、キュッと締まります。よし、こんなもんでしょう。そしたらざるにあげて、で、ここ大事なポイント。しっかりと水気を落とす。これ水気をしっかりと取らないと、ブヨブヨの洗いになってしまいます。ちゃんと一枚一枚丁寧に広げてあげて、で、しっかりと水気を落とす。こんな感じに仕上がりました。キュッと締まって身が白っぽくなったの分かりますかね。生きた白身じゃないとこうはなりません。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。こちら、マダイの洗いです。プリプリです。で、洗いは、綺麗に並べるというよりかは、高さを出して盛り付けてあげると綺麗ですよね。今日はわさび醤油と濃い口醤油でいただきます。酢味噌とか梅肉とかでも美味しいと思いますよ。ちょんちょんとつけていただきます。うめえ。やっぱマゴチって最強ですね。味が濃い。白身食べたはずなんですけど、甲殻類を食べたかのような後味が残るんですよ。そのぐらいインパクトのある後味。で、今日のマゴチむちゃくちゃ脂ある。ものすごいうまい。うまい。で、洗いにしたことによって、ひんやり冷たくて、もうプリンプリンのムルンムルンですね。やっぱ夏はこれよ。はい、ということで今日はこちらのマゴチの洗いときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん。青色のやつ。もうこれ早く飲んじゃわんと悪くなっちゃうで、プレミアムな日にしか飲まないことにしてるんですけど、ちょっとさすがにそろそろ飲まないとまずいなということで、黒龍の石田屋、超激レア日本酒です。マジでうまいです、これ。ちょん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 。ほい。それじゃあ、いただきます。うめえ。全然悪くなってない。うまい酒だなぁ。なんて贅沢なんだろう。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は今が旬のマゴチを使って洗いを作ってみましたけども、洗いは美味しいな。
普通の刺身で食べるよりなんかこうさっぱり上品になるんですよね。魚臭さっていうのも消えるし、こうとにかくプリプリシャキシャキ、口の中入れた瞬間キーンと冷たい感じ、夏を感じる食べ物ですね。皆さんも鮮度抜群の白身魚が入った際は普通の刺身じゃなくてちょっと氷水で洗って洗いにして食べてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。